韓国で大活躍。皆さんは今年韓国リーグ KBO でプレーしている元 NP ビスケットたちの現状を知っていますか？日本ではダメ外国人というレッテルを貼られながらも韓国で大活躍している選手、 KBO の歴史に名を刻もうとしている選手、中には成績不振で途中放出された選手もいるんです。そこで一つの疑問が生じました。 KBO に移籍した元助っ人たちは今どうなっているのか。というわけで今回の動画は KBO に渡った元助っ人たちの今を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。この動画はサーフシャーク VPN の提供でお送りします。皆さんは VPN を知っていますか？ VPN はインターネットを使うときに見えないトンネルを作って他の人に何をしているかバレないようにする仕組みです。インターネットにアクセスするとき、今いる場所ではなく別の場所からアクセスしているように見せかけます。これにより他の人からインターネットでの活動を監視されることを防ぎ、今いる場所では見られないウェブサイトや動画を見ることができるようになるんです。例えばジブリ作品は日本国内の Netflix では配信していませんが、外国では配信している地域があります。 VPN を利用すれば国内では見られない作品を見ることができるんです。逆に海外に行くと日本のネットサービスが見れない場合がありますが、 VPN を利用することで見ることができます。さらにサーフシャーク VPN は一つのアカウントで無制限のデバイスに対応しているため、家族と共有したり複数のデバイスで同時に使用することができます。キッタベースボールというコードを使えば2年契約の場合追加で4ヶ月分が無料で利用できます。申し込みから30日以内であれば返金保証もあります。詳細は概要欄をご覧ください。紹介選手。今回は NPB 経験があり、今年 KBO に所属している、あるいは所属していた助っ人外国人7人を紹介します。成績は24年9月25日時点です。また今年の KBO は極端な蛇行到底で、リーグ平均防御率は 4.90 です。一人ずつ見ていきましょう。ラウル・アルカンタラ。アルカンタラは21年から2年間阪神でプレー。韓国トゥサンに所属していた20年に20勝を挙げ、最多勝に輝いた実績を買われ阪神に入団しました。 KBO ナンバーワン投手という看板を引っ提げ、先発ローテの柱として期待されましたが、前半戦は7試合に先発し2勝2敗、防御率 4.05。 制球はいいもののスタミナ面に不安を抱え、6回になると突如として乱れる傾向があり、イニング別失点数も6回が最多。先発最後の登板となった7月13日の DNA 戦では3回4失点で KO されるなど期待を下回るピッチングで、ネット上ではアルカンタラの名前をもじってアカンタラ、アホンダラなどと呼ばれてしまいました。ただ5回までは高騰することから徐々に先発ではなくリリーフの方がいいのではとの声が高まり、当時のリリーフ陣も8回岩崎、9回スアレスの勝ちパターン以外に不安を抱えていたこともあって、矢野監督はアルカンタラを後半戦からリリーフに配置転換しました。後半は全てリリーフで17登板6ホールド、防御率 2.33 と好成績を残し21年シーズンを終えました。翌年は当初先発復帰予定もキャンプ中に故障して離脱。さらにチームは守護神スアレスが退団し、代わりに獲得した新守護神ケラーが開幕から2登板連続救援失敗で2軍降格。リリーフ陣がいきなり緊急事態に陥ったこともあって、結局この年もリリーフとして勝負することになりました。当初は勝ちパターンを任され12試合連続無失点を記録するなど活躍しましたが、7月中盤から打ち込まれる場面が目立つようになります。150キロ以上の球速でも簡単に弾き返されるなど限界を感じさせる投球が続き、そして9月3日の巨人戦で4失点を喫し2軍降格した後は一度も1軍に上がることなく退団が決定しました。その後阪神時代の半分以下の年俸でトゥサン復帰が決定。アルカンタラは幸せに野球をしていたトゥサンベアーズに戻れて嬉しい。オフの間は徹底的に準備してもう一度最高の位置へ挑戦したいとコメントしました。復帰初年度はリーグ1位の192イニングを投げ13勝9敗、防御率 2.67、159奪三振をマークする素晴らしい活躍を見せましたが、今年は肘の怪我もあり64回3分の1を投げ2勝2敗、防御率 4.76、34奪三振と低調な成績。三振を奪えなくなった一方、四球と被本塁打率が増加し、4四球奪三振被本塁打の3項目で守備から独立した防御率を測る FIP は 5.94、防御率よりひどい投球内容でした。7月3日のロッテ戦では2回6失点で KO。 これを受けてトゥサンは翌日にアルカンタラをウェーバーコーチ、事実上の途中解雇を通告しました。 KBO では外国人枠が 1,2 軍合わせて3枠しかなく、たとえ功労者であっても成績が振るわなければシーズン途中で放出して新外国人と入れ替えを行う外国人にとってシビアな環境です。トゥサンのイ・スンヨプ監督は非常に難しい
い決断だった。20勝もしたし、去年も13勝した投手を放出する決断を下すまで悩んだのは1日や2日ではなかったと苦しい胸の内を吐露し、放出した理由については、対戦相手は以前ほどアルカンタラのボールに手こずらなくなった。今シーズン負傷から復帰して7試合に登板したが回復の兆しが見えなかった。球速が問題なら調子が上がってくるにつれて良くなると思うが、154キロ出ても打たれた。この球速が出ても打たれるから厳しいなと思ったと具体的に語りました。同日に球団は公式インスタを更新し、グッバイとアルカンタラの対談を伝える投稿をしていました。ドリュー・アンダーソン。アンダーソンは22年から2年間広島に在籍。先発の一角として期待され、初登板となった巨人戦では7回7奪三振無失点、被安打わずか1と完璧な投球で鮮烈デビュー。ヒーローインタビューではカープのファンが一番じゃけーと日本語を披露し大歓声を浴びました。しかし次のヤクルト戦で5失点すると、その後は好投と炎上を繰り返し、8月6日の阪神戦ではアクシデントにより3回で降板。その後上半身のコンディション不良が発覚し、加えてコロナにも感染。1軍登板なしでシーズンを終えました。22年は70回を投げ3勝4敗、防御率 3.60、59奪三振という成績でしたが、球団はアンダーソンの力量を評価し、翌シーズンも残留が決定しました。23年シーズンは4月末から先発ローテを守り続け、6月4日のソフトバンク戦では5回までノーヒットに抑えるも右肘の違和感で途中降板し戦線離脱しました。2軍で調整を続けたアンダーソンは新井監督にリリーフ転向を直訴し、8月20日に1軍昇格してからは全て救援登板、15登板で2ホールド、防御率 1.23 と好成績を残しましたが、球団は契約更新しませんでした。フリーとなったアンダーソンはメジャーに再挑戦するため24年1月にデトロイトタイガースとマイナー契約を結びましたが、メジャー昇格は果たせず、ちょうどその頃放出した助っ人の代替選手を探していた韓国 SSG からオファーを受け入団が決定しました。アンダーソンは初登板となった5月10日のキア戦で3回6奪三振、最高球速159キロをマークする鮮烈デビューを果たしましたが、その後は不安定な投球が続きました。5月22日 SSG は外国人先発のエリアスが故障で離脱したため、代替外国人選手として四国アイランドリーグ徳島所属の日本人投手白川慶章投手と6週間契約を結びました。 KBO では故障者リスト入りした外国人選手に代わり、期間限定で他の外国人選手を登録できる代替外国人選手制度があります。球団は6週間後、故障から復帰した選手または代替選手のどちらかと契約を継続するかを決めます。白川投手はアンダーソンよりはるかに給料が安く、デビュー戦では5回6奪三振を記録するなど活躍を見せており、ファンの間では白川よりアンダーソンをウェーバーにかける方がいいのではとの声もありました。ただその後はアンダーソンが好投して不要説を一周。 SSG はエリアスの復帰に伴い白川投手との契約を終了しました。7月4日 NC 戦、この試合でオールスターブレイクに入るためアンダーソンは初めてリリーフ登板しました。ただこの試合でトラブルを起こします。最初の打者キム・ソンウクを三振で打ち取ると、突然激高した表情でと叫んだんです。このアンダーソンの暴言を受けて NC 側の助っ人2人が反応し、アンダーソンも言い返します。その後後続を連続三振に打ち取り、ベンチに戻るとき NC 側の助っ人2人に向かって何かを叫び笑顔で挑発。その後両軍エキサイトし、グラウンドに入り乱れる事態となりました。なぜアンダーソンが突然過激な言葉を発したのか。後の報道では先月の23日に行われた SSG 対 NC 戦で NC パク・ハンギョルがアンダーソンからホームランを打った後、ドヤ顔で確信歩きした後にすかした感じで片手でバットを上に放り上げた態度を根に持っていたからだと説明。球団関係者はお互いの些細な誤解が溜まって乱闘に発展したとして、すでに問題は解決したとコメントしました。その後アンダーソンは KBO で奪三振マシンと化し、歴史的なペースで三振を量産。8月1日のロッテ戦で KBO リーグ歴代最小イニング100奪三振記録を更新。現時点で110回3分の2を投げ10勝3敗、防御率 4.07、150奪三振、K パー 31.3% は100イニング以上投げた投手の中で1位です。FIP3.71、FIP のリーグ平均値を100とした FIP マイナスは76。これは100イニング以上投げた投手の中で4位の数値で、非常に優秀な投球内容を見せています。アーロン・ウィルカーソン。長髪とヒゲがトレードマークのウィルカーソンは22年のみ阪神に在籍。先発の一角として期待され、初登板となった16日の巨人戦で6回1失点の好投で初勝利をマーク。開幕から2勝15敗と低迷するチームに破竹の2連勝をもたらしました。その後も登板すれば必ずゲームメイクを行い、5月は3勝、防御率 1.04 で月間 MVP に選出されました。このように初登板から素晴らしい投球を続け、ファンからはメッセンジャーの再来、神外国人などともてはやされました。しかし6月3日の日本ハム戦で3回7失点で KO されると、その後は不安定な投球を続け QS は一度もなし、気温が高くなり別人のような投球をしたことで、暑苦しいロン毛のせいで日本の夏にやられて体力が奪われているのではとの声が高まり、ファンからは髪を切れと言われてしまいました。ただウィルカーソン自身は髪を短く切りたいそうですが、奥さんが
ロン毛好きだそうで、頭を切れば私を殺すかもしれないと語っていました。8月4日の巨人戦で1回5失点で KO され2軍降格した後は一度も1軍に昇格することなくシーズン終了し、退団が決定しました。23年は最初マイナーで投げ、7月18日に韓国ロッテと契約。移籍後は先発登板した13試合のうち11試合でクオリティスタートを記録し、79回3分の2を投げ7勝2敗、防御率 2.26、81奪三振という好成績を収め、ロッテのエースにロッテファンにはその風貌から社食イエス、ミスタークオリティスタートと称えられ、翌年の契約を勝ち取りました。そして今年は開幕投手を任されるも5回4失点。シーズン序盤は7試合で1勝3敗、防御率 5.12 と低調なスタートでした。ただ6月に入ると持ち直し、6月に先発した5試合のうち4回 QS を記録、自身初となる KBO の月間 MVP に輝きました。7月以降もロッテのエースとして試合を作り続け、現時点で189回3分の2を投げ11勝8敗、防御率 3.99、166奪三振をマーク。 FIP は 3.62、リーグ平均を100とした FIP マイナスはリーグ2位の74、非常に優秀な投球内容を見せており、 WAR6.85 は KBO 全投手の中で1位です。ディートリック・エンスは22年から2年間西武に在籍。1年目は10勝7敗、防御率 2.94。球団外国人左腕では69年ぶりとなる2桁勝利達成となりました。ただ投手の純粋な能力を示す FIP は 4.20、 FIP マイナスは120、平均より劣った投球内容でした。そして23年は1勝10敗、防御率 5.17、 K パーは前年の 18.2% から 12.7% に低下、三振が奪えず苦しいピッチングが続き、同シーズン限りで退団が決定しました。そして今年からは韓国 LG に移籍。 LG ファンからは NPB2 桁勝利経験者ということもあって期待する声がある一方、西武時代の入団会見でエンスより一足先に KBO に移籍し失敗したスミス、オグレディと共に写った写真が発掘され、 LG ファンを不安にさせました。エンスは開幕投手を任され、再三のランナーを許すも6回2失点で QS を達成し勝利投手となりました。ただその後は先発した試合の半分で試合をぶち壊すピッチングで、誕生日の5月16日に3回途中6失点で KO され、防御率が 5.37 まで悪化しました。このエンスの配信投球を受けて LG のヨム・ギョンヨプ監督は、本当に深刻に考えなければならないかもしれないと意味深コメントを残し、途中交換の可能性を示唆しました。 LG はエンスの他にケリーという19年から5年連続2桁勝利をマークしたエースがいましたが、今年は衰えを見せ成績が大幅悪化、こちらも交換対象となっており、エンス・ケリーどちらが先にウェーバーにかけられるのかファンも注目していました。どちらも似たような防御率でしたが、エンスの FIP は 3.65 と防御率との乖離が大きく今後上がり目があること。一方ケリーは5月21日に5回8失点と炎上し、交換はもはや免れない状況まで来ました。そして26日の NC 戦、この試合の結果次第でどちらが先にウェーバーにかけられるかが決定します。崖っぷちのケリーは6回3失点と QS を達成し、なんとか踏みとどまると、エンスも5月28日の SSG 戦で6回9奪三振2失点の好投で勝利投手に。この試合中にエンスとケリーがダッグアウトで抱擁する場面も見られ、 LG ファンからは2人とも性格はいいんだよくそ、異国の地で同胞はたった2人なのにお互いが断頭台だなんてといった声が上がっていました。その後もエンスは好投を続け、勝利ランキングでトップに立ち、ケリーも熟練の投球でなんとか試合を作り、両方とも契約すべきという声も出ましたが、ケリーは相変わらず苦しい投球で LG は7月20日にケリーの放出を決定。同日の試合後に退団セレモニーが行われました。後半戦も残ることになったエンスはその後も好投を続け、8月24日に10勝を達成。現時点で167回3分の2を投げ13勝6敗、防御率 4.19、 FIP4.07、 FIP マイナスは83と規定投球回到達20人の中で7位と平均より優秀な投球を続けています。マット・デビッドソンは23年のみ広島に在籍。23年成績は打率2割1分、19本塁打44打点、 OPS698。 豪快な打撃の反面381打席で120三振、三振率は 31.5% と3分の1が三振で、四球も少なく四球を三振で割り打者の選球眼を測る BBK は 0.18。 これは300打席以上経ったセリーグ野手の中でワーストでした。開幕当初は安打のほとんどが本塁打だったこともあって、かつて広島で三振と本塁打を量産したランスの再来と呼ばれていました。ただ長打は魅力も確実性が低く、9月は結果が出ていなかったこともあって最も評価の難しい外国人と言われ、ファンの間では来季も残すべきか意見が分かれ、巨人ファンからはクビにしてくれ頼む、切ってくれると助かるちな今日と懇願されました。なぜ巨人ファンに退団を懇願されているかというと、デビッドソンはなぜか巨人戦にめっぽう強く、巨人戦だけで9本
本塁打 OPS974 を記録していました。そして11月17日に広島がデビッドソンと契約更新しないことを発表すると、広島ファンからは名残惜しむ声が広がる一方、巨人ファンからは歓喜の声が上がりました。広島を退団したデビッドソンは韓国 NC ダイノスに移籍。 NC は当初西武との契約が切れたマキノンを狙っていましたが、サムスンとの獲得競争に敗れ、その代わりに出迎えた選手がデビッドソンだったそうです。 NC ファンもデビッドソンについては日本時代に低打率低出塁率で放出された長打力ワンツール選手という認識で、第2のダニエル・パルカになるのではと不安な声が上がっていました。ダニエル・パルカは20年途中にサムスンに加入し、8本塁打を放つも打率2割1分8厘という低打率で1年持たずに解雇された外国人です。またデビッドソンと同じく NPB から KBO に移籍したサムスンのマキノンと比較され、当初は期待されていませんでした。開幕当初は低調な出だし、ただファーストでは堅実なプレーを見せ、ファンからは守備型傭兵と呼ばれるも、次第にバッティングでも本塁打を量産。現在打率2割9分9厘、46本塁打、119打点、OPS992、リーグの平均的な打者を100とした WRC プラスは 145.4、 本塁打ランキングでは2位のキム・ドヨンの38本塁打を大きく引き離しトップ。ロッテでもプレーしたヤマイコ・ナバーロが15年に記録した KBO 外国人選手シーズン最多の48本塁打も射程圏内に捉えています。ちなみに韓国人を含めた年間最多ホームラン記録はイ・スンヨプが2003年に記録した56本塁打です。日本時代は 30% 以上だった三振率は今年 25% ですが、リーグ平均 18.9% よりは高く、 BBK0.28 も平均 0.49 より低いです。日本時代と比べてアプローチはそこまで変わっていませんが、 KBO では打球速度が速く内野を突き抜ける打球が多いとのこと。 NPB では芯を外され打ち損じが多く、ハードヒットの割合はそこまで多くありませんでした。このデビッドソンの KBO での活躍は日本にも伝わり、カープがデビッドソンの代わりに獲得したレイノルズ、シャイナーが全く働かず、両者とも途中退団。チームは9月に大失速したこともあって、カープファンからはそもそもなんでデビッドソンを切ったのか意味わからなかったわ、デビッドソン解雇は悪手すぎたなどとフロントに対する批判の声が多く上がっていました。デビッド・マキノンは23年のみ西武でプレー、打率2割5分9厘、15本塁打、50打点、OPS728 をマーク。打撃結出度は西武の野手の中で最高でした。さらに打撃に加え一塁三塁を守った守備でもプラスを出し、同年の助っ人野手の中でヤクルトサンタナに次ぐウォーを叩き出しましたが、球団との残留交渉がうまくいかず、同年限りで退団し、韓国サムスンライオンズと年俸90万ドルで契約を結び、ライオンズからライオンズへと移籍しました。マキノン退団についてファンの間では意見が二分。この外国人受難の時代にマキノンクラスを獲得するのは難しいと、何が何でもマキノンを引き止めるべきだったという意見。助っ人としては微妙な成績だし、新外国人を選ぶのは当然とフロントを擁護する意見がありました。このマキノン退団の一報は他球団の首脳陣も驚いたようで、1月27日にパリーグ TV の YouTube チャンネルでアップされたパリーグファンスミートアップ2024監督編にて、日本ハム新庄監督が西武松井監督にマキノンどうした、いろいろあったと聞かれ、松井監督はいやーと返答するやり取りがありました。3月4日、韓国紙毎日新聞はマキノンが日韓の違いについて語るコメントを紹介。日本とは違い、雇われた単なる戦力ではなく、チームの一員として迎え入れてくれて感謝している。日本では尊敬されないと感じたが、サムスン側からは誠意を感じた。この記事を受けて西武ファンからは失望の声が上がっていましたが、後日マキノンが自身の X にて釈明。はっきり言ってこの言葉は誠意にかけた西武のフロントと比較して、サムスンライオンズのフロントの対応が上回っていたことを指している。私はチームメイト、コーチ、そして日本のファンから大きな敬意を感じていた。この引用は文脈から外れたか誤訳されたものであると、西武フロントとマキノンの間にいざこざがあったことが露呈する形となりました。結局西武はマキノンの代わりに獲得したアギラーとコルデロが全く稼働せず、超絶頻打に陥り、歴史的な低迷をしてしまうことになります。サムスンファンは NPB で高指標を叩き出したマキノンに対して大きな期待を寄せ、開幕戦から4番を任されたマキノンもその期待に応える活躍を見せて、5月中旬までは OPS9 以上を推移していました。しかし徐々に低迷し、6月8日には OPS8 を切ってしまいます。前半終了時点でマキノンの成績は打率2割9分4厘、4本塁打36打点、OPS767。今季のリーグ平均 OPS が772と打高到底の KBO において平均以下の OPS は助っ人としてはモンター率。この頃になると長打が足りないとの声が大多数を占めていました。それでもマキノンはオールスターに選ばれると、試合ではツーベースとツーランホームランを放ち優秀打者賞を獲得。サムスンファンからはなぜ前半戦では打たずオールスター戦でホームランを打つ
つのかといったツッコミが入っていました。この勢いのまま後半戦に突入すべく牧野も X で後半はもっと打って秋の野球をしましょう、後半戦を盛り上げましょう、頑張るライオンズと後半戦に向けたメッセージを送っていました。しかし7月9日サムスンは電撃的にマキノンのウェーバー工事を発表。新外国人を迎える年、サムスンのパク・ジンマン監督はオールスターのホームランが最後のホームランになるだろうと話しました。このブレイキングニュースにファンからは仕方ないとの声が大多数を占めるも、チームの盛り上げ役を買ったり積極的な SNS での発信で好感を持っているファンも多く、寂しいとの声もありました。マキノンは同日に自身の X を更新、ファンに向けて別れのメッセージを投稿しました。メール・ロハス・ジュニア。スイッチヒッターのロハスは21年から2年間阪神でプレー、韓国 KT に在籍した20年に打率3割4分9厘、47本塁打、135打点、 OPS1.097 と圧倒的な成績を残し、シーズン MVP を獲得。この実績が高く評価され、 KT や巨人との争奪戦の末阪神入りが決定しました。正式発表日が12月25日ということもあって、在阪メディアはトラ島にビッグなクリスマスプレゼントとし、ファンからはロハス来たー、谷本サンタのクリスマスプレゼントやといった歓喜の声が上がっていました。阪神 OB からは阪神入り近いロハス、ズバリ30発は打つ前部秋信、阪神ロハスはまるでオマリー、ミート力抜群、藤田平氏が徹底チェックと太鼓判を押され、ファンの間では85年に三冠王に輝きチームを日本一に導いた伝説の助っ人バースの再来との声も上がり、期待はさらに高まっていきました。しかし一方では2018年にロハスと同じく KBO で凄まじい成績を残し鳴り物入りで加入したロサリオと加入経緯が同じだとして不安の声もありました。ロサリオは春季キャンプ中に猛打が爆発し大きな期待を受けましたが、シーズンに入ると外角スライダーにバットが止まらず1年で退団、推定年俸 3.4 億円という大金を投じながら活躍できず、チームも最下位に終わったことで平成最後の3億円事件と呼ばれました。また元阪神監督の岡田彰信氏はロハスに対して少し引っかかる部分があると週刊ベースボール内のコラムそらそうよで明かしていました。俺は獲得までの経緯が気になるのであるというのもあくまで新聞報道やけど、ロハスの争奪戦はメジャー球団と阪神そして巨人が動いていたとのこと、ということは簡単に取ることはできないだろうという見立てやった。しかし阪神が獲得に成功した。巨人はどうした？巨人は引いたのか？ここが大きなポイントなのだ。俺は監督時代オフになると巨人の動向を気にしていた。例えばドラフトなのだが、巨人がリストアップしていたドラフト候補から手を引くことが何度かあった。これが巨人の持つ情報力で何か指名するのを止める情報をつかんだというのが印象に残っている。ロハスはコロナの影響で来日が4月上旬までずれ込み、2軍調整を経て5月8日に1軍昇格しました。しかし初打席から凡退を連発し連続無安打記録を伸ばし続けると、ネット上ではロサリオの再来、スイッチのロサリオと不穏なワードが飛び交い始め、15日の巨人戦では心機一転ヒゲをカットして臨むも3三振を喫し、これで20打席連続無安打、前年の助っ人ボーアが記録した球団外国人野手連続無安打記録を更新してしまいました。特に最後の打席では簡単に2ストライクと追い込まれた後何とかしたいという気持ちが出過ぎたのか、投球がキャッチャーミットに収まった後に両足を出す逆くの字を披露し3球三振。これにはネット上ですでにボーア超えとる、こんなんボーアに失礼だわ、メンチコンラッドレベルやとかつてのバースの再来たちと比較する声が上がっていました。バースの再来についてはこちらの動画をご覧ください。ロハスは次のヤクルト戦で初ヒットをホームランで飾り、次の打席もタイムリーを放ちましたが、この試合の4打席目から再びノーヒット地獄に陥り13打席連続無安打となったところで2軍降格となりました。1ヶ月後に1軍昇格するも結果が出ずに再び2軍降格。結局前半戦は打率0割9分8厘、1本塁打3打点と散々たる成績に終わりました。ただ後半戦では7本塁打を放つなど持ち直し、最終的に打率2割1分7厘、8本塁打21打点、 OPS663 という成績でシーズンを終えました。22年は2年契約最終年、1年目はコロナによって来日が大幅に遅れ満足な調整ができなかったことや、後半は実力を見せたことで2年目はやってくれるのではと期待されました。ロハスは年が明けた1月21日に来日し初の春季キャンプに参加、逆襲の2年目が始まりましたが、オープン戦では打率2割1分1厘と芳しくない成績で開幕スタメンから外れました。チームはリーグワーストとなる開幕9連敗、史上最低勝率0割6分3厘を記録するなどどん底の状態の中、ロハスも可能性を感じない打席が続き5月中旬に登録抹消、その後も1軍登録されては結果が残せず昇格を繰り返しました。この頃になるともうロハスは今季限りで退団との見方が大半を占めていましたが、8月にチーム内でコロナ感染者が大量発生し急遽1軍昇格すると、この月だけで4本塁打を放つ救世主的な活躍を見せ、大憲法なら残留させてもいいのではとの声が高まっていきました。しかしコロナ感染者が復帰すると再び内容のない
ない打席が続くようになりシーズン終了。22年成績は打率2割2分4厘、9本塁打27打点、OPS732。前年よりは成績を上げるも推定 2.6 億の年俸には全く見合わず、22年限りでの退団が決定しました。後に矢野監督はロハスについて、2年目のロハスも性格はいいし、とにかく一生懸命なんで我慢して使いましたけど、1年目からの上積みみたいなものはほとんどなかったと語っていました。ロハスは23年メキシカンリーグでプレー、そして今年かつて栄光を手にした韓国 KT ウィズへ復帰しました。当初は34歳という年齢、さらに日本での失敗などでロハス獲得に会議論があったそうです。ただロハスは開幕戦でいきなりホームランを放つと、その後も打棒が爆発し MVP に輝いた20年並みの活躍を見せる。5月中旬からは出塁率の高さを買われ、1番打者として起用されています。 KT ウィズのイ・ガンチョル監督は日刊紙朝鮮日報で今年のロハスの活躍について、ロハスは日本で一度失敗したから韓国ではなんとかやってやろうという気持ちが出てくるのではないかな。あとは日本で見たボールがきっと役に立っていると思う。だから今年は支給も多いはずだと分析しました。ロハスはほとんどの打撃指標で最上位圏を走り、現時点で打率3割2分6厘、32本塁打、111打点、OPS987、WRC プラス 153.7 と素晴らしい成績をマークしています。ただ8月まではもっと圧倒的で OPS1.0 以上を記録していました。ただ9月に入ってから調子を落とし、現在は OPS1.0 を割っていますが、それでもウォーは 7.10 でリーグ2位に位置しています。まとめ、今回紹介した7人の今季成績です。アルカンタラとマキノンが途中退団、アンダーソン、ウィルカーソン、エンスはエース級の活躍で、デビッドソンとロハスはリーグトップクラスのバッターとして活躍しています。この7人に共通している点は、日本で全く活躍できなかったわけではなく、短い期間ではあるものの才能の片鱗を見せたことです。しかし日本での成績がそこまで突出していなかった選手が韓国ではトップクラスになることを考えると、 NPB と KBO のレベル差が大きいことは明らかだと思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル X も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。